皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、小川未明、野原。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そして稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろく物も言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく退屈であったからであります。そして春の日は長く、うららかに、頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野原が茂っていました。その花には、朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その心よい羽音が、まだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか。あんなにミツバチが来ている。と、二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。やあ、おはよう。いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて、あたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに、心に与えるものです。青年は最初、将棋の歩み方を知りませんでした。けれど、老人についてそれを教わりましてから、この頃は、のどかな昼頃には、二人は毎日向かい合って、将棋を指していました。はじめのうちは、老人の方がずっと強くて、駒を落として指していましたが、しまいには、当たり前に指して、老人が任されることもありました。この青年も、老人も、至っていい人々でありました。二人とも正直で、親切でありました。二人は一生懸命で、将棋盤の上で争っても、心は打ち解けていました。やあ、
これは俺の負けかいな。こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったら、どんなだか知れん。と、老人は言って、大きな口を開けて笑いました。青年は、また勝ち身があるので、嬉しそうな顔つきをして、一生懸命に目を輝かしながら、相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬は、やはりその国にもあったのです。寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方には、せがれや孫が住んでいました。早く暇をもらって帰りたいものだ。と、老人は言いました。あなたがお帰りになれば、知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な、優しい人ならいいが、敵、味方、というような考えを持った人だと困ります。どうか、もうしばらくいてください。そのうちには春が来ます。と青年は言いました。やがて冬が去って、また春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は敵、味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から敵同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けば、あなたは出世ができる。だから、殺してください。と、老人は言いました。これを聞くと、青年は呆れた顔をして、何を言われますか。どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と、青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人、老人だけが残されました。青年のいなくなった日から、老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今、戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても、空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から、青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は
皆殺しになって戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら、石碑の礎に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らず、うとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると一列の軍隊でありました。そして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。小川未明、野原でございました。お相手はオジーの朗読者でした。またのご来店お待ちしております。